俺たちの新居を挙げることにしたよ。は、何言ってるの。なんと義妹の結婚祝いに私たちが住む予定の新居を挙げると言い出したのだ。そんなこと許すわけないでしょ。うるさい。嫌なら離婚だ。もう限界だ。こんな人とこれ以上一緒にいることはできない。わかったわ。離婚しましょう。私はすぐに引っ越し業者に連絡をして引っ越すことにした。助けてくれ。これから俺は一体どうすればいいんだ。そんなの知らないわよ。泣きわめく夫に私は冷たくこう言い放ってやった。たかが手取り5万で調子に乗るからそんなことになるのよ。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは合コンだった。彼の第一印象は誠実そうで爽やかというもので、私の中で一番気になる存在だった。彼もまた私のことが気になっていたそうで、私たちは連絡先を交換してそれから2人で会うようになった。仕事後に飲みや食事に行ったり、休みの日には水族館や遊園地に行ったりと、少しずつ距離を縮めていった。そして彼から告白をされて付き合うことに。交際は順調に進んでいった。彼は知れば知るほど優しい人だということが分かり、私はどんどん彼に惹かれていった。私にとってポイントが高かったのは、彼がとても家族思いだということだ。彼には3歳下の妹がいるようなのだが、彼はとても妹のことを大事にしているらしい。誕生日プレゼントも必ず買ってあげるらしいし、家族みんなで出かけることも多いそうだ。家族思いということは、もし結婚して家庭を持っても大事にしてくれるということだろう。そう考えた時に、私は彼と結婚できたらいいななんて思い始めていた。それに年齢ももうすぐ30歳になる頃だったから、結婚を本気で考えていたタイミングだった。そしてそんな私の考えを読んでいたのか知らないが、彼が私にプロポーズをしてくれたのだ。これから先の未来、ずっと一緒に俺と人生を歩んでほしい。俺と結婚してください。彼からのプロポーズはすごく嬉しかった。もちろん答えはイエスで、こうして私たちは結婚することになった。私たちはすぐにお互いの親へ挨拶をしに行くことに。彼は会社員として真面目に働いていたので、私の親は彼との結婚を認めてくれた。また彼の両親も同じく私と彼の結婚を承諾してくれた。だが彼の親へ挨拶をした後、彼からこんなことを言われた。今度、妹とも会ってほしいんだよね。もちろんいいよ。妹さんと会ってみたかったし。ちなみに、妹がのぞみのことを気に入らなかったら、結婚はちょっと難しくなるかも。私はこの時の彼の言葉の意味がわからなかった。そんなに気難しい妹なのか。それとも彼は妹に何か弱みでも握られてるの？どうしてそんなことを言ったのかわからなかったし、私は一気に彼の妹に会うのが不安になった。すごく怖い人だったらどうしよう。だが緊張しながら会ってみると、彼の妹はとてもいい人だった。はじめまして。舞と申します。兄がいつもお世話になっております。はじめまして、のぞみと申します。ようやく会えて嬉しいです。とても綺麗な方ですね。ありがとうございます。彼の妹は天真爛漫という言葉がふさわしい感じで、笑顔が素敵な人だった。これは彼が妹を大事に思うのもうなずける。そういう可愛さが彼女にはあった。彼が事前に怖いことを言うから、どれだけ気難しい人かと構えたけど、常識的でものすごくちゃんとした子だった。兄はいつも私のことを気にかけてくれて、とっても優しいお兄ちゃんなんです。だから、のぞみさんのような人が結婚相手になってくれて、嬉しいです。舞、そんなに兄ちゃんのことを褒めるなよ。照れるだろ。彼は妹に褒められてとても嬉しそうにしていた。
よかった。ちょっと心配していたけど、とてもいい雰囲気の家族だし、兄弟仲がいいことも素敵だ。彼も私が妹から気に入られたのを見て、安心していた。それから両家の顔合わせも済ませて、私たちは無事に結婚式を挙げることができた。結婚式にはたくさんの人が参列してくれて、とても思い出深い幸せな式になった。そして始まった新婚生活。私と夫は結婚を機に、二人で暮らすための部屋を新しく借りた。お互いに働いているので、家事は分担をしてどちらかに負担が多くかからないようにした。そのおかげで仕事に集中することもできているし、楽しく夫婦での生活も送れている。だが結婚してから、すぐに私は気になることがあった。それは、夫がやたらと義妹と遊びたがることだ。休みの日に私たちがデートをしようと予定を立てても、夫は、舞も誘っていいと聞いてくるのだ。私としては夫婦二人での時間を大切にしたいのだが、夫は必ずと言っていいほど義妹を誘おうとする。妹思いなのは結構だが、夫婦二人で過ごすこともちゃんと考えてほしいなと心の中で思いつつも、私は角が立たないように、まあ、舞ちゃんに聞いてみてもいいよ、と答える。夫はそしてすぐに義妹に連絡をする。だが義妹は私たちに気を使ってくれて、予定が入っているからと断ってくれることが多かった。実際、正月に義実家で集まった時に、義妹からこう言われたことがある。お兄ちゃん、新婚なのにどうして私のことも誘うのよって思ってたんです。お姉さんは、絶対に夫婦二人で出かけたいだろうにって。こっそり私にそう言ってくれて、私は義妹はまともなんだなと思った。気遣ってくれてありがとね。妹思いなところは素敵だと思うんだけど、私としては夫婦の時間も欲しいと考えていたの。心配しないでください。私はお姉さんの味方ですから。義妹がちゃんとしてて本当によかった。義妹のことがとても信頼できると思ったので、私は彼女と頻繁に連絡を取るようになった。夫のことを相談したり、また義妹からも恋愛の相談をされたり、仕事後に夫に黙って、こっそり二人で飲みに行くこともあった。義妹は夫が頼れるいい兄だとしながらも、たまに愛情が強すぎるがゆえに困ったこともあったそうだ。高校生の頃の話なんですけど、私が当時の彼氏と一緒に帰っていたところで遭遇して、お兄ちゃんがいきなり、妹とちゃんと結婚までするつもりはあるのかって聞いたんですよ。そして、結婚まで考えていない中途半端な気持ちなら、妹と付き合うな。って彼氏に詰め寄って、それで彼は怖がってその場から逃げちゃって。結局別れることになっちゃったんです。今となってはもう過去のことだと許してますけど、当時はお兄ちゃんのこと嫌いになりましたよ。いや、私ももし舞ちゃんと同じ状況だったら嫌いになるわ。そうやって夫の過去の失敗エピソードなども聞いたりして、私は義妹とどんどん仲良くなった。そのため夫が義妹を誘いたいと言ったら、私は承諾するようになった。記念日とか夫婦で出かけたいときは、義妹にお願いして断ってもらうようにしているが、何でもない休日にご飯に行ったりするときは、むしろ私も義妹も交えて3人で食事がしたいと思った。夫は本当に妹が大好きなようで、義妹がいると幸せそうにしていた。舞、最近仕事とかはどうだ？順調だよ。そうか、それはよかった。まるで保護者みたいに義妹を大事にする夫。度が過ぎなければ微笑ましい限りだ。だが私が心の奥底で心配していたことが、ある時起きてしまった。ある日、義妹が自転車に乗っている時に車とぶつかってしまい、足を骨折するということが起きた。夫と私はすぐに義妹のお見舞いに行った。舞、大丈夫か？お兄ちゃん、お姉さん、来てくれたんだね。骨折したって聞いてびっくりしたぞ。心配かけてごめんね。でも、思っていたよりも怪我はひどくないし、
体も他に異常はないみたいだよ。私は義妹の話を聞いてほっとしたのだが、夫はかなり動揺していた。本当に大丈夫なのか？やぶ医者じゃないのか？ちゃんと検査をしてもらったのか？もしどこか他にも痛めてたら。お兄ちゃん、大丈夫だって。ここはちゃんとした大学病院だし、精密検査もしてもらったから。そうか。でも心配だな。私と義妹は夫に少し呆れた。まあ大事な妹が事故に遭ったと聞いたら、そりゃ心配にはなるだろうが。だが夫は私と義妹の想像以上の行動に出るのだった。ある日、義妹から LINE が来たのだが、私はその内容に驚いた。なんと夫が朝から見舞いに来てずっと病室にいるそうなのだ。最初は仕事の休みを取って会いに来てくれたのだと思っていたらしい。だが何日も連続してくるのでおかしいと思い、私に連絡をしてくれたそうだ。私はすぐに夫を問い詰めた。ねえ、あなた毎日朝から夕方過ぎまで見舞いに行ってるみたいだけど、仕事はどうしたの？私がそう聞くと夫は驚きの発言をした。やめてきた。やめた。何言ってるの？どうしてやめたのよ。だって仕事してたら、舞の見舞いになかなか行けないだろ。仕事後に行けばいいじゃない。それじゃあ、ちょっとしか会えないじゃないか。それにもしも医者も気づいていない病気になって、それが悪化してたら。仕事中に舞が亡くなったらと思うと、いても立ってもいられなくなるだろう。私はここまで夫のシスコンっぷりがひどいのかと驚愕した。しかも私たちは新居を購入して、数ヶ月後には家が完成するところまで来ていたのだ。こんな時に仕事を辞められてしまったら、ローンの支払いがものすごく大変になってしまう。義妹に連絡をしてこのことを伝えると、呆れていた。そしてバイトでもいいから、すぐに働いてと夫に言ってくれた。働くまでは夫との面会は拒絶するとまで言ったので、夫はしぶしぶ了承した。だが夫は正社員としては働かずに、週に3日ほどのバイトをし始めた。理由は義妹の見舞いに行きたいからだ。義妹だってあと1ヶ月もすれば退院だというのに、どうしてバイトなのだろうか。私は文句は山ほどあったが、それでも全く働かないよりはマシだと思った。それから義妹は退院し、リハビリも終えて元気になったのだが、夫は義妹のことが心配でたまらないらしく、しょっちゅう電話をかけていた。さすがに、義妹もここまで夫がシスコンだということに困惑していて、電話は控えてほしいと頼んでいた。夫は義妹と話す機会が減り、家の中でもやきもきしていた。これから新居で暮らすというのに、こんなんで大丈夫なのだろうか。そんな中、義妹から私たちはある報告を受けた。結婚。うん。そんな相手がいたのか。夫は驚いていたが、実は私は義妹に真剣にお付き合いをしている人がいることは知っていた。どうやら、義妹が退院後に結婚をすることを決めていたようだ。面倒なことにならないように、義妹は彼氏に連絡をしてお見舞いは、夫がいないタイミングに来てもらうようにしていたそうだ。とっても素敵な人でね。私、結婚が決まって本当に嬉しいんだ。義妹はとても幸せそうだった。そんな義妹を見て私も嬉しくなったし、夫もとても喜んでいた。そうか。事故で怪我をして落ち込んでいると思っていたから、そうやって幸せなことが起きて俺も嬉しいよ。ありがとう、お兄ちゃん。もう私のことを過度に心配しなくていいからね。仕事もまたちゃんと正社員として働きなよ。ああ、頑張るよ。夫がそう言ってくれて私はほっとした。これでまた平和になりそうだ。だが夫はまたしても私のことを困らせた。それは、義妹の結婚祝いについての話がきっかけだった。やっぱり兄として、舞がとても喜ぶものをあげた方がいいと思うんだよな。舞ちゃんが好きなものってことね。可愛くておしゃれな食器とか。
ちょっとくらいなら高めのものでもいいよ。私も可愛い義妹のためならいいものをあげたいなと思った。夫はしばらくと悩んでいて、それが何週間か続いていた。そしてある日、夫はありえないことを言い出したのだ。よし、決めた。これが一番いい結婚祝いだ。夫がそう言ったので、私は何をあげるのか聞いた。すると夫はドヤ顔でこう言ったのだ。俺たちの新居をあげることにしたよ。は、何言ってるの。なんと義妹の結婚祝いに、私たちが住む予定の新居をあげると言い出したのだ。そんなこと許すわけないでしょ。なんでだよ。大事な妹が結婚をするんだぞ。兄としていいものをあげないとダメだろ。だからって家をあげるなんて聞いたことないわよ。あなたが資産何十億の経営者とかなら話は別だけど、あなたは手取り5万のフリーターなのよ。そんな現実味のないことを言わないでちょうだい。私がそう言うと、夫は顔を真っ赤にして怒った。うるさい。嫌なら離婚だ。俺が舞を大事にしたいという思いをどうして理解してくれないんだ。そんな分からずやとは離婚してやる。もう限界だ。こんな人とこれ以上一緒にいることはできない。わかったわ。離婚しましょう。え、私もあなたみたいな分からずやは無理よ。夫は一瞬ひるんでいたが、すぐに絶対に取り消さないからな。さっさと別れるぞ。と言った。もう後には引けなくなったのだろう。私はすぐに引っ越し業者に連絡をして引っ越すことにした。夫は自分がどういう立場にあるのか全く理解していない。一回痛い目を見ないとわからないのだろう。運よく引っ越し業者は3日後に来てくれることになった。その間に私は不動産屋に行き、自分が住むための賃貸マンションを決めた。引っ越し業者が来るまでは、私は実家に帰った。夫とはもう顔を合わせたくなかったからだ。そして3日後に私は再び夫と住んでいた家へ。夫は私が来てもそっぽを向いていた。これ、離婚届を置いておくので記入してください。そう言って私がテーブルに離婚届を置くと、夫はすぐに記入をして雑に紙を渡してきた。私はそれをカバンにしまい、引っ越し業者が来るのを待った。ほどなくして引っ越し業者が来て、家の荷物を次々と運んでいった。夫は運ばれていく荷物を見ながら、だんだんと顔を青くしていった。おい。なんで家具や家電も全部持っていくんだよ。あなた、忘れたの。これは新居に持っていくために、新しく買ったものばかりじゃない。その家具や家電を買ったのは誰かしら。手取り5万の人には買えないわよね。私物は全部回収するんだから、文句は言えないはずよ。夫は何も言い返すことができずに、とても悔しそうにしていた。こんなことまでして、お前はやっぱりひどいやつだ。苦し紛れにそんなことを言った夫のことは無視をして、私は引っ越し業者にどんどん指示を出していった。そしてあっという間に荷物をトラックに積み終えたので、私も引っ越し先に向かうことに。夫は強がっていたが、かなり動揺しているように見えた。だがそんなことどうでもいい。私はもう離婚届も書いてもらって、荷物も運び終えたから夫に用はない。そのまま家を出て私は離婚届を提出し、引っ越しを完了させた。まさか私たちの結婚生活がこんな終わり方を迎えるとは思わなかったが、それでもあのままだときっとさらに夫は私を困らせていただろう。だから、そうなる前に別れることができてよかった。引っ越しを完了させてから1ヶ月後、案の定元夫から電話がかかってきた。一体何？あんたとは別れたから話すことなんてないんだけど。助けてくれ。前に家なんていらないって言われてしまったんだよ。そりゃそうでしょ。え？だってあの家は、あなた名義のローンを組んで購入したのよ。
一括で買ったわけじゃないんだから、そんなのもらっても困るだけでしょ。それにあんた仕事を勝手に辞めて、今手取り5万のフリーターじゃない。舞ちゃんたちの代わりに月々のローンを支払うお金もないでしょ。そんな状態であの家に引っ越したところで、すぐ出ていかなきゃいけなくなるのがオチでしょ。そんな。舞にも呆れられて、離婚になったのも自業自得だって言われたし、私たち夫婦にももう関わらないでって言われちゃったんだ。そして親からも呆れられて、もう面倒は見きれないって言われたんだ。家族にもお前にも捨てられて、俺は一体どうすればいいんだ。そんなの知らないわよ。泣きわめく夫に私は冷たくこう言い放ってやった。たかが手取り5万で調子に乗るから、そんなことになるのよ。あとは自分で何とかしなさい。私はそう言って電話を切った。その後、元夫は仕方なく新居を売ったそうだが、買い値よりも当然価値が下がってしまうので、差額で1000万以上の借金を抱えることになった。また私が家具や家電を全部持って行ったので、元夫が現在住んでいる部屋には生活に必要なものが一切ない。だから家具や家電も買い揃えないといけないし、さらに元夫が住んでいる部屋は私と家賃を折半して払っていたので、そもそも現在の元夫の給料では家賃すら支払えない。元夫は結局部屋を追い出されたそうだ。だが実家も頼れないし、もちろん義妹を頼ることもできない。元夫は現在は住み込みのバイトをしているそうだが、使い物にならずに毎日怒鳴られているらしい。毎日辛いとか、私との日々が懐かしいとかいろいろとメールが来るが、私はすべて無視をしている。一方、私は新しい部屋で一人で快適に過ごしており、仕事も順調に頑張っている。ちなみに義妹とはあれからも仲が良くて、定期的に飲みに行ったりしている。結果的に夫とは離婚して、夫が溺愛していた妹との仲だけ続くというおかしな状況だが、これもまた人生だろう。義妹の幸せな新婚生活の話を聞きながら、私ももう少ししたらゆっくりと恋愛を始めようかなと思った。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。納得ができないならこの家からさっさと出て行け。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私の名前はのぞみ、27歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私と夫の出会いは仕事関係で、私は会社の受付の仕事をしていた。夫は取引先の営業担当で、よく彼は商談や打ち合わせをしに私がいる会社に来ていた。それでお互いに顔を知っていたので、たまたまバーで見かけた時に向こうも私に気づいて、そこから一緒に飲んで仲良くなったのだ。それからは会社であっても雑談を軽くするようになり、連絡先も交換していたので、休みの日にデートに行くようになった。そして数回ほどデートを重ねた後、彼から告白をされて私たちは付き合うことに。その後、順調に交際を進めて、彼にプロポーズをされて結婚することになったのだ。夫は私よりも3歳年が上で、頼れる大人な男性という感じだった。私は年上が好きで、包容力がある男性が好きだったので、男らしく引っ張っていってくれるところに惹かれていたのだと思う。私は彼と結婚することになり、本当に嬉しかった。大好きな人とずっと一緒にいられるなんて夢のようだったからだ。彼は結婚したら家庭を支えてほしいと言ったので、私は仕事を辞めて専業主婦となった。それからというもの、私は夫のことを支えるために一生懸命に家事を頑張った。毎日部屋を掃除機をかけて拭き掃除もしてピカピカにし、洗濯も風呂掃除もトイレ掃除も時間をかけて汚れを落とした。料理だって晩ご飯は私は1ヶ月毎日メニューを変えて、
栄養がありボリュームもある食事を出していた。そしてお弁当も毎朝早くに起きてしっかりと作っている。夫は私がそのように一生懸命に家事を頑張っている姿を見て満足そうにしていた。私が頑張ることで夫の支えになっている。そう思うと力が湧いてきて、また家事を頑張ろうと思えるのだ。結婚してから1年ほどはこんな感じで、家事を頑張り夫とも良好な関係を築けていた。だから夫の本性になかなか気づけなかったのだ。きっと私自身、最初は専業主婦として完璧に家事をこなそうと意識を高く持って頑張っていたことも大きかったと思う。しかし夫に対して不信感を少しずつ抱くような出来事が結婚して2年目に入ってから起こり始めた。それは私がある日熱を出してしまった日のこと。めったに風邪をひかない私だったが、その時は珍しく風邪をひいてしまい、高熱が出てしまったのだ。私は急いで病院に行き、薬をもらってきたのだが、なかなか熱は下がらず、そして体調もかなり悪かった。だから私は夫に LINE で、高熱が出て晩ご飯を作る元気がないので、外で食べてくるか自分で用意してほしいと送った。私はそのままとすっと眠りについた。そして数時間後に目が覚めると、時刻は20時を過ぎていた。夫は帰ってるのかなと思い、寝室を出たのだが、今は暗いままだった。まだ仕事をしているのかと思い、一応 LINE を見たが私のメッセージの既読はついている。了承してくれたってことなのかな。私は夫は仕事が忙しくて返事ができなかっただけで、私のお願いは承諾したと考えることにした。そして少し体力が回復したので、私は自分の分のお粥を作ることに。すると家の鍵が開く音がした。夫が帰ってきたのだと思い、私は玄関へと向かう。ああ、お帰りなさい。残業ではなかったのね。私はそのように話しかけたのだが、夫は機嫌が悪そうだ。なんだよ、元気じゃないか。夫はそう言って、ただいまも言わずに家の中へと入った。私は夫の後に続いて居間に行ったのだが、そこで夫は振り返り、私を睨んだ。おい、何作ってんだよ。え、俺の分は作れないとか言っておいて、自分の分だけは作るっていうのか。あ、いや、これはお粥だよ。私やっと調子が少し回復したから、何か食べておこうと思って。夫が初めて見せる怖い表情にビビりながらも、私は頑張って説明をした。だが夫は私を許してはくれなかった。お前はそうやって俺のことを下に見てるんだろ。そんな。下になんて見てないわよ。LINE を送った時は40度を超えるほどの熱で本当に大変だったんだから。このままじゃ料理を作るのは大変だったから、あらかじめメッセージを送っておいたのよ。言い訳なんてしなくていいんだよ。俺の分を作るのをサボったことには変わりないんだからな。それにそうやって口答えする気力があるなら今すぐ料理を作れ。私は唖然としてしまった。まさかあの優しい夫がこんなことを言うなんて。私は動揺してしまい、言われるがままに夫の食事を準備した。体調が本調子じゃないので、作っている間は本当に具合が悪かった。せっかく寝て体力が回復してきていたというのに、これじゃあまた午前中の高熱の時と同じ状況じゃないか。私はなんとか料理を作り終えて、夫の前に出した。夫は仏頂面で、黙々と食事を進めていく。それなら私は少し横になっていようと、ソファーに寝転がりに行こうと食卓から立ち上がった。すると夫は、おい、どこに行くんだよ、と私を呼び止めた。ソファーで少し横になっていようかなって思ったの。私がそう言うと夫は箸を置き、ため息をついた。お前は全く嫁としての態度がなっていないな。最初の1年間は奇跡。それともだんだんとお前自身に気の緩みが出てきたっていうのか。何のこと？嫁なら普通は旦那が食べ終わるまで向かい合って座って待つものだろうが。
え、まったく、お前は本当にダメな嫁だな。ここまでの会話などを見てわかると思うが、夫は明らかに亭主関白だ。最近は特にその亭主関白ぶりがひどい。私は夫がどんなに帰りが遅くなっても、夫のことを待っていなくてはいけない。夫は残業があると帰りが22時や23時を過ぎることがある。そんな時間まで食べることができずに待たなきゃいけないのはかなり辛い。しかし、先に食事を済ませると夫は今までにないレベルで怒り出すから、私は空腹を我慢しながら夫の帰りを待たなきゃいけない。毎日、腹を空かせた状態で待たなければいけないのだ。しかも夫は以前よりも私に厳しくなった。おい、魚は一昨日も食べただろう。甘えが出てるんじゃないか。毎日メニューを変えるだけじゃなく、ジャンルも変えろよな。和食が続くのは許さないぞ。正直、こんな風にいろいろと要望を出されると参ってしまう。私は別にあなたの家政婦になったわけではないのに。夫の理不尽な要求には頭を悩ませた。それでも私は頑張って家事をしないと。せっかく愛した人と結婚をしたのだから。この時の私はまだ精神的に未熟だったというか、視野が狭かったと思う。夫と別れてしまったら、私は無職のバツイチの26歳の女になって人生で絶望を味わうしかなくなると思い込んでいた。だから理不尽だと思いながらも、耐えるという選択肢しかなかったのだ。その間にも夫は私にいろいろとひどい言葉をぶつけてきた。本当にお前は使えないダメな嫁だよな。俺じゃなかったらお前は結婚なんてできなかっただろうな。結婚してやったんだから、もっと嫁としてちゃんとしろ。どうしてこんなことを言われなければいけないのだろうか。夫の心ない言葉の連続に、私はかなり精神的に追い込まれていた。そして夫は行き過ぎた亭主関白によって、私をものすごく困らせていたことがある。それは私が外出することを許可制にしていたことだ。私は夫に許可を得ないとスーパーに買い物にさえ行けなくなったのだ。お前は目を離すと、すぐに俺の金を無駄遣いするからな。夫はある日そんなことを言った。きっと私がご近所さんとお茶会をした時のことを言っているのだろう。だがあれは本当に安く済んだし、別にお茶会に頻繁に出ることなんてない。それでも夫からすると気に入らなかったようだ。というのも夫は私と二人で外を歩いていた時に、私がご近所の奥さんとばったり出会い、奥さんが、この間のケーキがあるカフェよかったわ、教えてくれてありがとう、と言ってくれたことを覚えているのだ。どうせ俺に隠れて、高級ホテルでのランチバイキングとかしてるんだろ。私はそんなことはしていないと主張したが、夫は全く信じてくれなかった。だから許可制にして私が外出をしていいか聞かなければいけなくなってしまったのだ。それからは私は夫を刺激しないように外出許可を求めていたのだが、夫はほとんどの私の許可申請を却下した。許可が下りるのはいつもスーパーへの買い物だけ。休日でのスーパーの買い物は私にとってはその瞬間が至福の時なのだが、なんと最近は毎回夫がついてくるのだ。人手が多い方がいいだろ。俺って本当に優しい旦那だな。なあ、そうだろ。うん。夫の発言はもはや脅迫でしかなかった。私は一刻も早くこの夫から抜け出したいと思うようになった。そんな時だった。私のもとに母から電話が。一体何だろうか。私は慌てた様子で電話に出る。すると母はひどく焦った様子で、お父さんが、と何やらとても動揺している。どうやら父が倒れてしまったらしい。私はすぐにタクシーに乗り込んで病院へと向かった。私と母が病室に到着すると、父は眠っているところだった。医師の話によると脳梗塞だそうだ。今回は発見が早かったから助かったらしく、倒れたまましばらく放置されていたら、もしかしたら命が危なかったかもしれなかったらしい。私も母もヒヤッとはしたが、とりあえず父が無事だということに一安心した。
だが私は一つ大事なことを忘れていた。私は夫からの許可を得ずに外出していた。いや、でも今回ばかりは緊急事態だし、おそらく夫も理解を示してくれるだろう。私はそう思ったのだが、どうやら夫はそこまでできた大人じゃなかったようだ。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。さすがの理不尽さに私もつい反抗してしまう。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。夫は私が言い返してきたことに一瞬たじろいだが、すぐに顔を真っ赤にして言い返してきた。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。そして夫は驚きの発言をしだした。納得ができないならこの家からさっさと出て行け。この時、私の中で何かが切れる音がした。もうこんな男と結婚生活を続けることなんてできやしない。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私は冷たくそう言って荷物をまとめ始めた。ふん。ここまで言っても反抗してくるとは、本当に頭が悪い女だな。お前の代わりなんてどこにでもいるんだよ。そう言って夫は私が家を出るまでずっと罵声を浴びせてきた。私は何とか無視をして、その場から立ち去り実家へ。母は私が大きな荷物を持っていたことにびっくりしていたが、事情を聞いてそんな人とはもう別れた方がいいと言ってくれた。私はこのまま離婚になってもいいと思いながら、実家で暮らし始めた。すると実家に引っ越してから1ヶ月ほどが経ってから、夫は鬼のように私に連絡をしてきた。おい、いつになったら帰ってくるんだ。このままじゃ部屋がゴミだらけで、俺はここで寝泊まりできなくなりそうだ。じゃあ自分でゴミをまとめて捨てに行けばいいじゃない。それが、俺がゴミを捨てていたら管理人さんに思いっきり注意されたんだ。曜日をちゃんと守って捨てろって。何曜日が何のゴミの日なのかわからないから、どうしようもなくて。気づいたらゴミだらけになってしまったんだ。しかもトイレも風呂も臭くて異臭がすごいんだよ。なあ頼むよのぞみ、早く帰ってきてくれ。それは無理よ。なんでだよ。どうして私があなたが貯めたゴミを捨てたり、あなたが汚したものをきれいにしなきゃいけないの？それは嫁なんだから当然だろう。それよ、それ。え？あなたは家のことは嫁が全部やることが当たり前だって思ってるでしょ。そして嫁は夫の言いなりで、夫には逆らえない存在だと思っているでしょ。私はもうそんなあなたの態度にうんざりしてるの。今みたいに、こんな状況になっても根本が変わる様子はないから、あなたとはもう一緒に暮らせないわ。何が言いたいんだ？離婚してください。離婚。そんな、考え直せよ。俺は離婚なんてしないからな。夫はまさか離婚を切り出されると思っていなかったようで、何度もそうやって抵抗してきた。だが私には切り札があった。あなたがそうやって拒んでも、私は離婚を進めることができるのよ。どういうことだ？私、ある時からあなたのモラハラ発言をずっと録音していたのよ。これを持って弁護士に相談したら、夫有責で離婚できるって言われたわ。だから弁護士を通して離婚を要求し、慰謝料も請求するから。そんな。待ってくれよ。許してくれよ。夫はそう言って懇願してきたが、私は許すことはせずに、あとは弁護士とやり取りして、とだけ伝えて電話を切った。その後、私は何とか夫と離婚することができ、無事に慰謝料も支払ってもらえた。今は実家で暮らしながら、おばが紹介してくれた事務の仕事をしている。一方、元夫はというと、モラハラが原因で奥さんに逃げられたということが職場に知れ渡ったそうで、肩身の狭い思いをしているらしい。
さらには相変わらず部屋は汚くて荒れ放題だそうで、つい最近住んでいる部屋を管理会社から追い出されたそうだ。自分では家のことは全くできないのに、よくもまああれだけ威張れたものだなと呆れてしまう。まあもう私には関係のないことなのでどうでもいいが、今回は散々な目にあったが、これも人生経験の一つとして男を見る目を養うことができたと前向きに捉えることにした。とりあえずは目の前の仕事に一生懸命に取り組み、両親との時間を大切にしながら過ごしていこうと思う。